どうも、コエッキーです。どうも、トヨです。はい、今日何ですの？コエッキーさん、はいコエッキーさん最近なんか伏線だとか、謎だとか、そういうの大好きじゃないですか。大好きよ。だから僕もですね、もうコエッキーさんに今日聞きたい謎を持ってきました。持ってきた。はい、というわけで本日は最悪の世代謎20選。はい、僕が思う、最悪の世代の謎が20個あるんで、それをコエッキーさんに意見を聞いていくというお時間です。小屋になんか劣化版みたいなの聞いてる。それは劣化版じゃないと。はいこれらはほらコエッキーさん喋らんやん。だはあはあからたまにはコエッキーさんにもちょっと意見を聞いていこうと思いまして。じゃあ、トヤネや。トヤニハでもない。はあ今日は普通にこれトヤ会。はいはい。はい、ということでやっていこうと思います。お願いします。はい。それではまず一つ目、ルフィの夢の果てとは。おー。はい、ルフィの夢の果てっていうのはね、過去編でエース、サボと喋ってる時ですよ。それぞれが夢言うんですよね。エースやったら、偉大な海賊になるわ、みたいなこと言ってて、サボやったら、いろんなとこ旅して本書くわ、みたいなこと言ってて。で、ルフィは、っていうわかるよ。わかるよ。わかるよ。で、エースとサボが、みたいな、何それ、そんなことあるみたいなことを言うんですよ。そんなことあるっていうか、またなんかルフィらしいんだけども、そう突拍子もないことを言ってるような感じだよね。で、あと、僕らの大好きなシャンクスが、はいイーストブルーにロジャー船長と同じことを言うガキがいたんだ。レイリーに対してね。そう、これはルフィのことちゃうんだって、つまりこの夢の果てのことを言ってるちゃうかっていう話なんですけど、ロジャーが昔言ってたこととルフィが言ってることはイコールであるってことだよね。そう、この辺どうすかね。いや、もうまさにその通りじゃないの。でもルフィの夢の果てについては過去に僕たちもやってるんで、興味ある方は深掘りしてる動画を見たい方はこちらをご覧くださいと。なんか一個目これ宣伝になってしまったぞ。はい。でもルフィに対するその謎って言ったらやっぱここじゃないの？いや、結構ここはかなり謎っすよね。そう、夢これの果てなんで。珍しいと思うんだよ。もう海賊王が約束されてる主人公って。確かにそう、普通って前も言ったんだけど、スポーツ漫画とかだったら全国優勝はするんだけど世界で敗れて帰ってくるとか。確かにだからちょっとなんか全国制覇を掲げてるとその1個手前に負けるとか、スラムダンクもそうだったし、そうっすよね。そう、実際緑の巻き場とかも世界で通用しなかったりするし、絶対挫折っていうもので終わるパターンが多い中で、もう海賊王にルフィはなりますってなんか分かりきっちゃってるのってすごいなと思ってるよね。確かに。そう、だからそこの謎って実はあんまりないんだけども、ルフィのその1個手前の夢の果てとかそういう細々したところの謎は永遠と残り続けてるって感じ。いや、ほんとそうっすよね。いや、これは本当謎なんですよね。謎で、続いてなんですけど、これルフィの修行期間なんですよね。何2年間でしょ。そう、3D2Y で有名な、このルフィの2年間なわけですけど、これなんで2年だったんだみたいな。だって別にルフィを強くするっていう目的だったら、もっと長くてもいいじゃないですか。でもここで、レイリーは2年っていうことを提案したわけなんですよ。これってやっぱめちゃくちゃ意味あるんちゃうのと思って。それはやっぱ予言の年やからちゃうの。そう、やっぱレイリーはもう全てを知ってる男じゃないですか。そうね。そうだからここで歴史の調整役になったんちゃうかなって思う。なるほどな。でも2年待ったからこそ、これ今ワノ国の冒険があるわけじゃないですか。で、パンクハザードとかもそうじゃないですか。でそれはこの2年の意味があったからだと思うんですよ。確かにな。でもじゃあなんでわざわざそこ2年選んだのかなっていうことがやっぱ思うんですよね。基礎は叩き込むつもりだみたいなこと言ってたから、本当はもっと教えたいかったと思うんだよね。教えることもあるだろうし、実際に。でもやっぱりその夜明けみたいなねこととワンピースが正体とかも関わってくる何かが絶対今年にあるんだと、そのワンピースの世界の。だから逆算して2年っていうものを導き出してるとしか考えられないよね、これはね。って思うんですけど、じゃあ2年以上先やったらあかんのかって思うんですよ。また冒険を大きくやり直す機会になっちゃう。じゃあレイリーたちは俺たちは早すぎたんだってなって、ルフィたちはこれ2年以上にかかってたら俺たちは遅すぎたんだってなること。よくさ物語でそういうのあるでしょ。僕も好きなアナコンダ、アナコンダにも不老不死みたいな花みたいなのあるんですよ。でそのジャングルの奥地に取りに行くねんけど、それがなんか1週間とか何日間かしか咲かへん花で、それを取りに行かなきゃいけないって言ったらアナコンダむちゃむちゃいるよみたいな。何日間かしかチャンスがないことって物語のど定番だと思うのね。チャンスって何年に一度っていうやつ。ということでそう思うんですけど、東京オリンピックも延期したんやし別に延期してもいいんちゃうのと思うんですけどね。オリンピックは別にいいんじゃん、祭典やから。こっちはもう世界をひっくり返す何かがあると思われるから。なるほど。ではワンピースの世界で今年何が起こるか楽しみですね。もう感じしまってるやん。それでは続きましてゾロの出自。これもだいぶ下月ちゃうのとか
まあ、ゾロはもともと下月村の人に育てられたんちゃうなみたいな。だから幸四郎とかね。そうでしょ。そう、まあ、でも幸四郎は別に直接の親じゃないじゃないですか。だからゾロの親誰なのとか。そうそう。であとはもう明らかにそのゾロって11月11日が誕生日なんですけど、11月は下月なんで狙ってたのかとか。どこから最初から考えられてたのみたいなね。なんかぽい気もするけど、僕は結構偶然の後付けでこううまくできてるんだろうなと思うけどね。だから、もしかしたらゾロはロロノア下月ゾロみたいな名前なんかも知らんな。ミドルネームが入ったの。下月ロロノアゾロかもしれないですけどね。いや別にそこどうでもいいねんけど、確かに親は謎だよね。いやそう、すごい謎なんですよね。例えばそのルフィだったらドラゴンの血筋、まあモンキー家の血筋なんで、なんか強くても当たり前みたいな、主人公補正の血の補正ってありますよね。あるあるある。幽遊白書だったら恨み血筋がまず大覚醒ですね。そうで、ドラゴンボールで孫悟空だったらサイヤ人だったとか、まあ血っていうのは大事なんだと思うんだけど、ゾロの場合は本当に生身の人間っぽさで描かれてる。まあサンジももちろんそうなんですけど、でもやっぱりなんかそのどっかで僕たちはワノ国の血筋なのかなとか龍馬の血筋なのかなってことを期待しちゃうんだよね、なんかね。いやそうなんですよね。もうおっしゃる通りで、まあ、それこそ悠々白書の浦飯祐介みたいに龍馬の血やったらめちゃくちゃ熱くないですか。大覚醒でしょ。そう、だって考えてほしいんですけど、僕もう一個説あると思ってて、ミホークは全て知ってるんちゃうかなって思うんですよ。ゾロの出自について。だっていくらイーストブルーでちょっと目をかけた剣士だからといってわざわざ自分で修行つけます？確かにな。そうで、しかもあれってクマが飛ばしたじゃないですか。何かしらやっぱ意味があると思うんですよね。そういったことを考えたらミホークはゾロの出自を全てしてて、例えばお父さんと昔親友やったとか、そういうのがあるんちゃうのみたいな。僕はここにね、シルフィーとエースの姿を重ねるんですよ。これもね、思考のミスリードだと僕は思ってるんだけど、エースは白ひげを王にするって言ってるわけね。海賊王にするのがまあ目的だったわけ、エースをね。だから俺が親父を守るんだ、海賊王にしてやるんだと言いながらも、実はエースってかのゴール D ロジャーの息子だったわけね。だから自分は親父を助けてるつもりでも、お前はその親父の看板に守られてたんだっていうのが俺すごい感動したんだよ。だからじゃあゾロももしそういう血筋の何かだとしたら、自分の敵となる人間を鍛えるって普通はしないわけ。それでもなんかあいつとの約束もあるからなとか、なんかシャンクスも多分全てを知ってると思うんだよね、意外とね。だからそのシャンクスと仲良かったからこそ、いずれこういう人間が誕生して予言の年にこういうことがあるから、その時お互い役割を果たそうみたいなことがもし交わされてたらワンチャンありえるね、こういうことってね。なんかあるよね、なんかね。なるほど、だから火炎のビスタのところには飛ばされなかったんですね。わしじゃないんだよと。それはなるほど。で続きましてエンマの能力。こちらもゾロに関する謎よね。そうですね。どうなんやろうなっていう。どうなんですよ。一応何が謎なんですか。使用者の竜王を勝手に使うみたいなノリじゃないですか。なんか吸っていく感じじゃない。そうそうそう。だから妖刀というか、この方のヤバくすぎひんみたいな、帰国名山剣みたいな感じじゃないですか。魔国名山剣。魔国名山剣。ローのそう、混ざったわ今。魔国名山剣みたいな感じじゃないですか。獅子若までね。そう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 。なんか呼び寄せんちゃうのみたいなのが、そもそもエンマってちょっと並々ならぬ名前というか、こう地獄の名刀ちゃうのみたいな、そういう感じを持ってますね。そうだよね。だからおでんみたいな屈強な人間が持ってこそ力を発揮するんだろうと思うから、だってゾロだって2年間修行して相当強い剣士やん。それでもなんだこれはみたいな感じで結構ちょっと扱いづらそうにしてたから、これを扱えるようになるとまた一個上の段階に行くんだろうね。確かに。そうそうそう。言ってほしいですけどね。まあでもエンマをこのまま使い続けるのかっていうのもちょっと謎ですよね。確かにな。そうで続いてキッドが左腕を失ったわけ。でもなんか赤髪にやられた的なことを言ってた。そう、シャンクスどうしたんみたいな。シャンクスにやられたとは確か書いてあると思うんですよ。赤髪海賊団との抗争で失ったって確か言ってたと思うんで。確かに。じゃあロックスターですかね。そう、ロックスターの可能性はあるし、ベン・ベックマンかもしらんし、それは分からへんし、仲間を持って負傷したのかも分からへんし、その辺は謎なんだけど、でも左腕失ってもなんか機械みたいなのがブワーってつけるやん、あの人は。フィルム Z の時に温泉のところでクザンが片足失ったところを能力の氷で補ってた。補ってましたね。そう、よりそのなんか機械を使うっていう強さを象徴してる腕の取られ方だなとは思うんだけどね。ペロスペロもね、飴生やしてましたしね。そういうことです。だからそれも問題ないんじゃないの。なるほどなるほど。でもキッドって今ワノ国もめちゃくちゃ大活躍してるから、意外とさ、非常に見えて仲間思いなとこあんじゃん。でもそもそも言っていいですか、なんで赤髪のとこ行ったって話なんですよ。それはやっぱイケイケやからね。イケイケやん。やっぱルーキーは新世界に行って、ワンピースを目指してるっていう中で絶対4個
とぶつかるわけやん。確かに。そうだからそこを挑んでいく、ルフィ気質なわけやん絶対。そうそう。だってローだって4個を1人引きずり下ろす策があるとかって言ってるぐらいやから、結局4個引きずり落としたい年頃なのこの人たちは。なるほど。そうそう。だからそれは手っ取り早いのが同じ赤の髪やからあいついったのかみたいなノリやったんかもしれんやん。ヤンキーの因縁の付け方と一緒やん。赤髪の枠は1人で十分だみたいな。僕言っていいですか？はい。これ腕取ったやつ、俺あいつやと思ってるんですよ。金塊の主。次いきますね。はい。次、キッドの能力。これはね、分かってないでしょ。そう、分からへん。だってスタンピードでもよく分かってないままごちゃ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 ポーズといて攻撃をしてたけど、何の悪魔の実かは分かってないんだよね。そうやね。自社みたいなね。そう、時期なのかも。そう。でもなんか金属っぽいものを寄せ付けてるような感じをするよね。だから、それこそバレットみたいなことができるのか、それとももっとすごいことができるのか、分からんし、もっと言うとメルタンなんですよね。ポケモンな。ポケモンを呼べる能力を持ってるんで、呼べるって、もしかしたらメルタンそのアニメ出てきたら、なんとメルタンは局を超えて出現するというすごい名誉なことみたいな。これはほんまに楽しみ。本当にね。どうなるんでしょうね。本当に黄色く書かれてんのかも謎やしな。で続きまして、ローの隠しな意味な、だからワーテル D ですよね。そうなんで隠してるみたいな。隠すのもなんかわかるんだよ。なんか D っていうものを隠しなさいみたいなことを言われてるのはわかるけど、意味がわかんない。わからへん。そう、もともとなんかワーテルローの戦い、歴史上に実際に起こった戦いがあるから、ローも古くからワーテルローとかっていういろんな考察をされたんだけど、まさかそれが本当に意味名として登場するとは思っていなくって、そう、だから隠すことも謎だし、意味名がつくのも謎だし、実は4つになる名前のブロックが。そう。そんな人まずローしかまず見たことないんだよ。今のところね。他にもいるかもしれないって考えたら、名前まで疑いしたらきりないし、じゃあナミとか、あれはね、戦争孤児だから、ナミっていう名前が、名字があるかもわかんないし。確かに、アレクサンドラ・ワーテル・ナミみたいな可能性ありますね。クソかっこいいよね、アレクサンドラって。どうしたんな、アレクサンドラって。どこの国？なんか王族っぽいなと思って。なるほど。じゃあ何、ワーテルってことはローと兄弟みたいな。そう。ワーテルも昔栄えとった王族の名前の一つみたいな。いや、本当なんですよ、この辺。だってさ、ルーキーとかって、小田先生曰く、すぐ仕上げたんでしょ？そう。一晩でやりましたみたいな。そう。新しいキャラデザをね。だから、設定は前から考えてたかもしれないけど、即興でデザインした割にはすごく重要なわけじゃん。いや、そうなんよ。どこまで今後物語に影響するかもちょっと未知数だし、最初の方からそれを考えていたのかどうかとかも、まだ分かんないじゃん。分かんない。だから、ついていってくる時がめちゃくちゃ楽しみね、これが。そう。で、ローって言ったら、不老不死の手術どうすんねんっていう。不老手術やな。はい。不老手術どうすんねんっていう。永遠の命が欲しいかルフィみたいな会話が行われるかもしれんし、そこもめちゃくちゃ気になりますよね。わざわざ設定を出したんで、過去に手術を受けた人が出てくるか、ローが使うからどっちかやと思うんですよ。しかも使った人間は死ぬっていうふうに言われてるわけだから、ローは死ぬことも確定しちゃってんのみたいなことだよね。もう死んじゃうのみたいな感じですよね。で、続いて、ジュエリー・ボニーの能力。謎。でも年齢を操れるっていうことはもうほぼ確定じゃない。でもなんか人の年齢も操れるからよくわかんないですよね。なんで汎用性高すぎません？でも映画「フィルム Z」でもモドモドの実ってあったから年齢を操作すること世界は可能っていうことはもう分かってる。でもやばくないですか？モドモドは戻すだけじゃないですか。だから相手をいきなりもう超ジジイみたいなのにすることもできるわけじゃないですか。めっちゃ強いやんと思って。だから上位互換に当たるんじゃないですか。そうで、そもそもボニーの正体ですよね。ボニーの能力って別に誰かの姿を真似るんじゃなくて年を変えれるだけじゃないですか。年が上下にいくだけやもんね。そうでもじゃあボニーがめっちゃおばあちゃんになった時の姿ってどうなったかっていうとコニーなんですよね。このコニーっていうのはソルベ王国の王太后って言われる人物なんですよ。なんで年取ったらコニーになれるみたいな。そうだね。それもそうだし、ソルベ王国って言ったらバーソロミュー・クマのね、元国王やっただからそこで関係性があることはすでに90巻とかで分かってるんだけども、そうだから能力も謎だし出生も謎だし正体も実は謎なんだよね。だから結局もう本当に何歳なんていうとこもあるし、謎だらけの女なんですよね。確かに。だってルーキーとかさ、今ワノ国に集合しかけてるけど、ボニーだけは別部隊やん。なんかそうどうなってんのこの子は。どこ行ってんねんみたいな。どこ行ってんねん。ウルージーとボニーは何してんねん今っていう。いやもうその通りっすよ。ボニーは僕の予想ではドミノピザにいますね。
ピザ好きやから。ピザはじゃああかんの？ピザでもいいっす。じゃあ続きまして、カマゾウとしてワノ国に登場したキラー。なんで謎なんですかこれ？なんで謎かっていう話をするんですけど、これ皆さんカマゾウっていう時覚えてますかね？人切りカマゾウやろ。そう、カマゾウの手配時こちらなんですけど、カマ1本なんですよね。でも登場した時にはこのキラーは2本使ってるんですよね、このように。なんで増えたんだみたいな。2個手に入れたからじゃん。いやいやめっちゃ1個じゃないですか元の絵。でもこっちカマゾウとして出てきたら2個じゃないですか。どうしたみたいな。でもなんかキラーってそもそも今スマイル食ってこんなことになる前まではマスクかぶって武器といったら鉄のものをはめながらここに刃がついてるんですよ。でこれをなんかブンブン振り回したりする感じの武器だったので、だからそのカマまあ言ったらそのキラーの元の武器に近いものを与えられてるって思ってるんですよ。だから勘どころがいい人はこの時点でもしかしてキラーじゃねって思えた。そのヒントを出すために2本だったんじゃないかな。ああなるほど。僕はカマゾウ実はまだいるんじゃないかみたいな。何でものカマゾウ？これはカマゾウ実は2人おったみたいな。初代カマゾウみたいなのが出てくる可能性がある。初代カマゾウってだからカマが1本のやつが描かれたんちゃうかなってちょっと思うんですよね。じゃあ3人とかもいたりするの？3頭流のカマゾウもおるかもしれない。3本のカマ持ってる。そう4人目とかいる。4頭流のカマゾウもおるかもしれない。何頭流までいるんですかそれ？10頭流ぐらいまではおるかもしれない。どこに持つの？まあいいんですよ。いやまあこれもあれじゃないですか、牛光小僧のミスリードと同じパターンやと思うんですよ。確かにね。そう牛光小僧ももともと安い絵が言うとったけど、まあ、ほんまは伝次郎やったわけじゃないですか。っていうことはこれ人切りカマゾウもキラーと思わせといて、実は別の人かもしれないじゃないですか。なるほどな。そうそれはまあもうなんかあっても面白いというか、なるほどなって思うわって感じですね。で続いてドレイクね。ドレイクなんですけど、落ちた海軍将校言われとったんですけど、そっから海賊としてやっとってでカイドウについて飛び六方なってるわと思ったら、実は海軍のよくわからんソードっていう組織に所属しとったんですよ。ああなるほどな。ソードってなんやねん。そう、まあ、コビーとかもねいるから、ドレイク自体も結構謎大きいルーキーだったわけやん。そうだってバレルズ海賊団のお父さんがいて、海軍なのみたいな。で今海賊やってるけどどういうことみたいな。でもようやくその謎が一番分かってきたのがドレイクだったのに、ソードっていう謎の組織が出てきたためにわけわかんないと。いやもうほんまにソードの目的もわかんないし、どの部隊のどういうことが目的の人たちなのっていう、何人いるのかもわかんないし。謎っすよね。そう謎だからドレイクも今飛び六方としているんだけど、じゃあどこまでのスパイ活動が目的の任務なんだろうみたいな。いやそうっすよね。わかんないでしょ。そうっていうことは短期集中の扉絵でドレイクがスコッチっていうカイドウの部下の島に殴り込みみたいに行った時に言ってましたね。そうだからあの時にもアロサウルスに変身して、襲ってたわけだけども、あの時点からもうスパイとして入るための布石だったってことでしょ。まあそういうことですよね。すごいことだよね。いやーめっちゃ頭いいっすよね。めっちゃ頭いい。もう何年もかかってようやくドレイクの正体がちょっとずつ分かってきたのに、はいソード新しい謎出しますよみたいな。いやもうそうもうちょっとみたいな。いやもう勘弁してほしいっすわ。どういうことなんみたいな謎は多いね。じゃあ続いてホーキンス。ホーキンス別になんか謎あった？いやこれやっぱり占いするじゃないですか。大占い魔人キャラじゃないですか。魔人って何魔人？いやもういいのよそれは。なんかこうカードたくさん並べて、あんなカードをこうやって浮かせれるんは遊戯王の登場人物かホーキンスしかおらんぐらいなんですよ。でホーキンスって言ったらパーセント出すじゃないですか。乾みたいにあのパーセントはテニスの王子様ね。そう一体どっから出てくるんやと。そうあれをなんかやる意味はあるのかと。だって俺やったら何回でも占いできるじゃないですか。自分がいい目が出るまでやったらいいのになと思うんやけど。でも全く同じなんじゃない？条件が一致してたら。あーなるほど。ドクター一垣みたいに5年だって違う漫画ばっかりで有アクション出てるドクター一垣だったらユウスケたちのその攻防の流れの中で算出してどんどんパーセントって下がっていくわけ。確かにだから状況が一緒だったら多分同じだと思うんだけど、で俺はホーキンスの一番の謎って、この確率の異常な正確性なんだよね。まあ確かに数字によって、運命決まってる感じしますやんか。逃げる確率とか生きれる確率とか、もならじゃあ今自分が海にいますと、じゃあここから東西南北どっちの方向にワンピースがありそうですかっていう占いを繰り返していったらワンピースに一番近いのはホーキンスだと思うんだよね。いやそんなつまらない冒険せえへんから。それルフィだからそれでいいんやけどホーキンスが本気出したらラフテルつくんじゃねえのって思うよね。すごくそれはあれですね、ビオラに続くワンピースに近いキャラですね。そう俺はだってこの昔から言ってんねんけどドラえもんでいうところの尋ね人ステッキっていう秘密道具があるんですよ。頭に例えば東野くんと会いたい、東野くんを思い浮かべながら、ステッキをポンって倒すと 70% の確率でそっちに人がいることなんだよね。思うよ。ほんならもう一回振れやって。確かに。そうだから5回振ったらええわ。5
5回振って一番多く出たところの倒れた方角に東役がいることはほぼ確実やから、すごいやんって考えたら、じゃあホーキンスの占いをその場で何回かやってちょっと進んでもう一回やってっていう繰り返したら時間はかかるかもしれないけど最短距離でいけるはずなんだよ。ロードポーネグルフいらないね。謎だから、はい、続きましてアプーが110海賊団と内通していたタイミング。だってこれは結構前から内通してたっていう感じだった。そう、これは一体いつからなんでしょうね。分からへん。いや謎です。謎。いやまあアプーはね、まあそういった感じで謎でしたね。謎だったね。で続いて、まあこれみんな忘れがちな最悪の世代、黒ひげ。おお。はい。まあこれでしょ。そう。なんで2つ使えんの？悪魔の実っていうのは1つ何か能力を手に入れたら2つ目食べたら体が爆発しちゃうみたいな。そう、ルッチが言っとったし。で実際に爆発してる描写は作中に出てないんだよね。僕たちは見てないんだよ。見てない見てない。爆発するという風にはなってるんだけども、実際に爆発したシーンを見てないから今んとこ何とも言えないんだよね。じゃあどうします？もしワノ国で、頂上戦争の白ひげのワンピースは実在するバリに黒ひげが全世界に向けて、悪魔の実は2つ食べれるって発表して、そっからじゃあ101巻ぐらいですよ。それが102巻からは悪魔の実2つ食ったやつがボン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 出てくるバーゲンセール状態になったら、いややめて、そんな夢のないその設定が多分大事に守られてるはずなんで、いやそうっすよね、いいんだけど、もしこれが本当に事実で爆発しちゃうんだったら、カイドウなんか酒飲みないからむちゃくちゃ酒飲まして、美味しいデザートありますよって料理の中にされやすく忍ばしてパクって食べた瞬間にもう爆発するんだよ、竜。ねえと思うねんけどな。そうこれダメなの？ビッグマムも同じ理屈が通用しますよね。そうてかビッグマムなんて勝手に食いそうやけどなあ、置いてた悪魔の実が料理に入っちゃったみたいな。これ一番だからビッグマム攻略に近いの3時ちゃうんか。いやほんまにそう思うね。そうで続きまして黒ひげが、他者の能力を取り出す方法。だからグラガラの実を白ひげの親父が取り出した理由だよね。でもあそこでまだ成功するかどうかわからないっていう感じだったからね、あの描写が。あれが多分初だったんだよね。初だったんだよね。だからその次にはもうボコ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 取り出してた感じで、アブサルムの透明の能力とか今やったらもうなんかシステム化されてるんだと思うんだけども、それも結局わからないじゃん。だから死んだらどっかふわふわふわで飛んでいって、どっかになんか実がなりますよみたいなことを説明されてたんだけど、実になって飛んでいく前に捕まえることができるかっていうことでね。ドラゴンボールも願いを叶えます7つ揃えてた、シェンロンがソロボージョでドラゴンボールが散っていく時に悟空は通信中おじいちゃんの形見だっつってパンってこう散らばる前にキャッチできてたから、だから散らばる前にキャッチできる何か技があるんだろうなみたいな。闇闇のみんな能力とかで吸い寄せてとどめとく力なのか、黒ひげだけができるのか、やり方が分かったら僕らでもできるのか。確かに確かに確かに。おお、まあそれは言えてますね。まあ僕ね、あんなイリュージョンだって言ってね、よく分かってないのは、黒ひげかプリンセス天功のどっちかしかいないとは思ってますね。例えないような気がすめへんの。じゃあ続きましてね、ルフィとゾロが言った黒ひげに対してのあいつらだというセリフ。これもうね、だからジャヤでしょ。もう結構古い、これ一番古いじゃん今の謎の中で。そうっすね、ジャヤですよ、ジャヤ。これ未だに解決してないもの。そうでナミだけがどういうことみたいな感じ。そう、いやもう俺らもどういうことって言って、もう早い15年ぐらい経ちますよね。続きまして、黒ひげが海軍に取られるくらいなら取りに行こうぜって言ってた。これ最近のニュース。これ最近何取りに行くみたいな。だからその古代兵器なのか新兵器なのかも、そう悪魔の実なのか、そうよくわかんないやつですよね。黒ひげってやっぱ目的のためにすごい頭よく動いてるイメージあるから、そうでこのタイミングで乗りでいってるわけじゃないと思うんだよ。ちゃんと賞賛が合っていってる気がするから、海軍を落としに行くって言ったらリスクなことやから、そのリスクを冒してでも手に入れられるほど価値があるものなのは間違いないわけ。間違いない。で、ラストキャラですよ。最後のキャラウルージー。ウルージーは、能力がまず謎ですよね。そうやね、因果ざらししか分からへん。そうだってあいつの能力ってなんかダメージ受けないと意味ないのかみたいな。黒ひげもちょっと近いとこありますけどね。戦闘時なんかダメージ余分に受けちゃうんで、でもちょっとその能力不利じゃねみたいな。でも4小生倒してるしホールケーキアイランド。そうよ。もしかしたらスナックはキッドが手負いにしてウルージがとどめてさせたかもしれないけど、でもそれやったらなんでウルージとキッド似たようなタイミングで言ってんねんとかいう謎も出てくるし、確かにね。そう結構謎が深いんですよね。ウルージはそもそも目的すらも分かってないんだよね。そうでさらにやっぱりあいつは空島の人間じゃないですか。羽生えとるし、どこ出身なんみたいな。そうよね、何個あんのかね、空島自体もね。そうなんで破壊層って言われるようになってしまったのみたいな。結構謎多いんすよね。ねえ、もしかしたらね、もう失われたビルかも分かんないもんね。確かに分からへん。分かんないっすね。
でもう20個目ですよ。ラスト。これウルージの懸賞金なんですよ。なんで？ウルージの懸賞金皆さんいくらか知ってますかね？1億800よ。投機税みたいなやつだよ。普通だったら8000とかにするじゃないですか。でも1の次に0が入るんですよ。800万円から108東屋。懸賞金に「東屋」という文字が含まれてるんですね。これは最大の謎です。というわけで本日の動画面白かったでしょ。ぜひ高評価教えてください。これを最後に持ってきたんよ。面白かったでしょ。面白かったよ。でもなんか20個多分まだあると思うけど、そういえばまだ解決してないところばっかりだったね。だってルーキーたちが出てきたのってもう何巻前よと。いやそうよ。30回以上前でしょ。52とか1ですもんね。そうなんでいまだに分かんないことだらけじゃん。そう分かんないことだらけです。はい、答え知りたいです。知りたいです。それでは See you バイ。チャンネル登録してね。コメントしてね。今日も一日お疲れ様です。おーい、チャンネル登録してるか？なんない？でもしてね。そうそう、LINE スタンプリニューアルしたぞ。Twitter、LINE やってもやってるから絶対フォローしてね。今聴いてるオリジナルソングも配信中。お風呂の前はコヤッキーチャンネル。